こんにちは、すみれです。今日はナターシャ・ディノーナから出ているミニゴールドパレット、こちらをレビューしようと思います。以前フルサイズのゴールドパレットといったものがありました。すっごく私の大好きだったパレットでもあります。でそちらのミニサイズバージョンなんだけども、実はね色味とかも特に被っていないので、こちらに入っている5色のね色味や質感、最初にご紹介します。そしてここに入っているゴールドやデュオクローム、それらをフルサイズに入っているゴールドやデュオクロームとも比べていきたいと思います。そしてこのパレットでできる3つのルックをご紹介したいと思います。最後にこのパレットはどんな方におすすめかということで、私の感想も交えて皆さんにお話ししていきたいと思います。まずこのパレットの中には、一番左側がクリーミーパウダーの質感、そして左から2番目はナターシャ・ディノーナのね当初の質感のパーリーといったちょっとシマー感のね質感が入っています。そして真ん中がメタリック、右から2番目がクリーミーパウダー、最後にデュオクロームが1色入っています。色味はみんな発色が良くて、とってもね綺麗なものになってますね。で私はこのね右から2番目のグリーンね、この落ちてたアボカド色っていうかね、この色味がとっても好きで、後でメトロポリスパレットに入っている似たような色味もちょっと比べてお見せしようとは思うんですけども、すごくね色合いが気に入っているのと、色のバランスがとっても取れたパレットだなって思っています。で一番右のデュオクロームに関しても、このゴールドのね光の反射っていうのがよくわかるかなって思いますね。ちょっと外の光でも見てみようかと思います。曇りの日の自然光で見るとこんな感じで見えますね。すごく綺麗です。ということで、こちらのパレットに入っているゴールドのメタリックの色味、そしてゴールドパレットに入っているこのゴールドのメタリック、それぞれ比べたいと思います。左がゴールドパレットに入っているゴールドのメタリック、右側がミニゴールドパレットに入っているゴールドのメタリック、こんな色の違いになります。右側の方がね少しオレンジ味が強いかなといった印象がありますが、皆さんにはどう見えますか？外の光でもお見せしますね。どちらのゴールドがお好みですか？こんな感じです。次にこちらに入っているデュオクローム、そしてフルサイズのゴールドパレットに入っているこのデュオクロームも比べたいと思います。左側がゴールドパレットに入っているデュオクローム、そして右側がミニゴールドパレットに入っているデュオクローム、こんな感じになります。外の光でもお見せしますね。こちらが外の光で見えるねそれぞれのデュオクロームになります。こんな感じですね。あともう一個、このメトロポリスパレットに入っているここのねアボカド色っていうかね、この色味とこっちをねちょっと比べてみたいと思います。左側がメトロポリスパレット、右側がミニサイズのゴールドパレットになります。メトロポリスパレットの方がパンで見た時に暗めに見えるんだけども、塗ってみるとねちょっと明るい感じになりますね。そしてこちらが外の光で見た感じになります。こういった色味ですね。こちらのパレットはね本当にちっちゃなサイズになっていて、縦 3.5 センチ、横 11.5 センチの厚みが1センチになっています。そしてフルサイズのパレットとサイズ感を比較してみるとこんな感じになるんですけども、ミディアムサイズのパレットも一緒に比べるとこのぐらいのサイズ感になっています。そしてこのパレットには1色あたり 0.8g 入っています。ちなみにフルサイズは1色あたり 2.5g たっぷりと入っていて、こちらはミディアムサイズのブロンズパレットになってるんですが、こちらのサイズは1色あたり 1.6g ほど入っています。なのでさらにちっちゃくなって 0.8g 入っているような形になるんです。そしてこちらの使用期限は24ヶ月なので2年間持つものになっています。イタリア製で動物実験もしていないクルエルティフリー、最後にパラベンフリーの商品になっています。それではこのパレットでできる3つのルックをご紹介したいと思います。
か？私はこのパレットとっても気に入っていて、捨て色がないこと、1個のパレットで十分な深みを出したりと完結できるっていうのがねすごく好きですね。ブランド問わず5色パレットとかになってくると、ものによってはすごく可愛いんだけどちょっと深みが足りないなとかね、ちょっと物足りないかなっていったものも私は個人的にあったりするので、このゴールドパレットのタイプはもう全部カバーできていて個人的にはすごく好きだったりします。ただもっとね明るい白系とかのね、この眉下のハイライトとかそういったこの白系のものが欲しいっていった方は、これよりもうちょっとね明るいのが入っていた方がいいって感じる方もいらっしゃるとは思うんですが、私の場合はその辺の色味に関してはこのセッティングパウダーとか他のねパウダーでカバーしてしまうところがあったりするので、もうね十分満足して使っています。当初ねナターシャ・ディノーナが出していたこのシマー系の質感でね、パーリーといった質感があるんですけども、ナターシャ・ディノーナの10色パレットに実は同じ色味が1色入っているんです。私個人的にこのパーリーの質感もねとっても気に入っているし、この質感が詰まった10色パレットね、見た目はねそんないまいちかなと思ったんだけど、買ってみるととってもいい色味がいっぱい入っているので、ぜひ概要欄の方からこのレビューをね見ていただきたいんですけども、その質感もねここで試すことができたりするし、他のデュオクロームだったりメタリックもねとっても綺麗な発色になっているので、個人的には気に入っています。ナターシャのマットの質感はクリーミーマットとここに入っているクリーミーパウダーとかね、ちょっと違ったものもいくつかあったりするので、ナターシャ・ディノーナはねとってもマットがブレンドしやすい、ぜひ試したいといった方であれば、ここには入っていないので手軽に試したいのであれば、これではなくてね他のタイプの5色パレットにするか、あとはこういったミディアムサイズのパレットから試してみるのもいいかもしれないです。ここに入っているタイプはマットとクリームの中間ぐらいといったね、じゅわっとブレンドしていくような形のマットになっているので、このフォーミュラの特性からパッティングしてねトントントンと乗せてあげた時とかもしっとりとね見えてくれたりとか、それぞれね良さがあったりするので、ぜひねナターシャ・ディノーナのパレットを買う時にはどんなフォーミュラなのかなってことも気に留めてみるといいんじゃないかなって思います。ただすでにねクリーミーマットの質感もご存知だったり、特にねそのマットの質感をこだわらないといった方であれば、こちらのものはクリーミーパウダーも2色、メタリック1色、デュオクローム1色、そしてパーリーも1色でね結構質感もいろいろ入っているので、5色のパレットでねいろいろと楽しめると思うし、何よりね色味がとっても綺麗です。こちらの動画で話した他の動画に関しては下の概要欄にリンクをまとめて貼っておきますので、そちらをクリックしてねいろいろと見てみてください。また他のねミニサイズのパレットとかもレビューしていきたいと思っていますので、チャンネル登録まだの方は通知ボタンをオンにして登録してみてください。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。